こんにちは。今日は、私がなんでフォルケホイスコーレに行こうと思ったかっていうところをお話ししようと思います。まずそもそもフォルケホイスコーレについて説明をすると、ちょっとこの IFAS さんという団体の説明を見ると、フォルケホイスコーレとは、北欧独自の教育機関です。試験や成績が一切ないこと、民主主義思考を育てる場であること、知の欲求を満たす場であることですって書いてあります。要はというか、その民主主義っていうのが、これ何回も授業でも議論したんだけど、結局サイトとか見ても結局民主主義って何みたいなのってすごく分かりづらいんだけど、主体性とか自主性とか、大前提として自分を知っていることが前提にあるような考え方だと思うんだけど、それは置いといて、そういう、社会に求められるスキルを得るためにとか、あとは資格を取るとか、そういうものではなくて、自分自身の興味関心とか、自分にとっての幸せが何かみたいなものを学ぶっていうのがフォルケホイスコーレの場だと思っています。でなんでそれにフォルケホイスコーレに行くことにしたのかでいくと、大きく3つあります。で1つ目が、もともと長期で海外に長く住んでみたかったっていう感じですね。ワーホリとかを最初は想定してたんだけど、今後自分は本当に海外、日本だけで住むのかとか、日本だけで働くのかっていうところに疑問があって、一回海外で1年ぐらい住みながら、本当に自分の合う場所ってどこなのかみたいなところを探したかったっていうのがあります。で2つ目が心理について学びたかったって感じですね。2年前から、EAP メンタルヘルスカウンセラーっていうカウンセラーの資格のために勉強していて、その資格は取れたんですけど、だからそのちょうど考え始めた2年前ぐらいから心理に興味があったっていうのもあって、デンマークは幸せな国ランキング上位の国で、なんでその幸せな国、幸福な国って呼ばれているのかっていうそのゆえんが知りたいなっていうのもあったっていうのがありますね。ただ心理学を学ぶんだったら、圧倒的に日本語の方がいいと思うんですよ。そんなそもそも知識もね、深くないというか、たかが1年とか勉強してっていうだけでいくと、まだまだ勉強しなきゃいけないことがたくさんある中で、英語とかそれこそデンマーク語なんてまず言語の壁があるから、ちゃんと勉強するんだったら絶対日本語なんだけど、直接的な学びというよりかは間接的な学びによって最終的に点と点が結ばれるような、そういう経験の幅を広げたいなっていうのがあったから、大学に行くとか、アカデミーに行くとかというよりかは、一回自分の経験の幅、関心の幅みたいなものを広げたいなと思ってフォルケホイスコーレにしてますね。で実際に授業自体はもちろん心理に関わるような授業もあるっちゃあるんだけど、どちらかというと結局どういうもの、何が人の心理に影響を与えるのかみたいなところを個人的なテーマとして持って授業を受けたり、あとは共同生活してるっていう感じですね。なので具体的な内容はまた今度話そうかなと思うんですけど、よかったなと思います。でいくと、北欧は絶対に行かないと思ったから今後、って感じですね。北欧ね、そもそも私は暖かいところだったり明るいところが好きなんですけど、北欧なんてね、そのイメージ的にも、暗い、その極夜で暗くて全然太陽がないとか、寒いしね、上だしっていうのもあって、圧倒的にその自分の関心の場所ではないっていうのがもともとあったから、もうこういう機会がなかったらわざわざ自分で行かないだろうなっていうのを思っていました。なので、圧倒的に逆、自分の興味関心と逆を行くことで自分をより知れるようになるかなっていうのを思ってて、合うものって分かりづらいけど、合わないものは分かるじゃないですか。なんとなく好きなものよりも嫌いなものとか、合わないものの方がやっぱ理解しやすいっていうのもあって、デンマークどうかなっていうのもチャレンジな意味合いも含めていきました。で結果デンマーク着いて2日目ぐらいから、もうこの国はすごく前提すごくいい国なんですけど、その20代とか今後の人生を長く費やす国では私にとってはないなっていうのを理解できたので、すごく良かったなと思ってます。はいって感じですね。個人的には、まだそのフォルケ自体は3ヶ月弱しか行ってないけど、いい判断だったんじゃないかなと思うね。自分にとってはこのゆっくり考えるとか、そのいい意味で何もしないっていう期間がすごく大事な時間だなと思ったし、そのスキルを学ぶとか、何か目的ありきで行動をするだけだとすごく頭でっかちになる気もしたかなと思うから、仕事に結局ね、つながるかつながらないかも分かんないけど、そういうのも一旦置いて、思うままにやってみてよかったなと思います。って感じなので、もしフォルケに興味があるような人がいたら連絡ください。以上です。